5話冒頭、藤谷ハウスでのシトラス作曲シーン。メンバーの演技と音楽のタイミングを同時に考えながら楽曲制作を行う。頭あってドラムだけにします。A と B 流すと割と長くて。なるほど。ここって今どこなんですか？いや、これって A メロ A メロ感想終わって A メロになった。 B メロでもいいのかもしれないですね。そうなるとあかねのドラムがあって、ギターとか坂本が入ってきたら B メロから入ってサビぐらいの尺でもいいのかもしれないです。ちょっとドラムが多分短くなるとして、もし短い曲が入る。坂本、高岡演奏する赤宮で藤谷考えてる。もうここら辺から展開が欲しくなるけど、単純にそのB メロのメロディーは完成してるわけですよね。藤谷的には。もう知ってます。でもメロディーは完成してるけど、そこは歌わないで考えてるっていう芝居でいいんですね。っていうか、やっぱその歌う出す前のところで、なんかやっぱ芝居が絶対必要なんだと思う。その藤谷のセリフなのか、なんかただやっぱこう待ってるだけでは絶対無理だと思う。その芝居の感じで尺が、なんかただの素じゃ長いっすよね。長いし、何をやってるのか分かんないと思う。藤谷から歌詞が生まれるシーン。その歌詞が単純に聞こえないよう議論を重ねる。歌詞どうする？難しいのはちょっとしか出ないからこそすげえインパクトが欲しくなっちゃうじゃないですか。まあやめないで言葉が生まれてくるから生まれてくるっていう。そう。なんか揺れてとかだとなんか弱いじゃないですか。生まれてきた言葉がそれだっていう。これ今どれだけの始まりを隣で見てたらどういうハマりなんだっけ？ふわりは。どれだけの始まりを隣で見ていた。ここがなんかいい感じになるといいのかな。ぐらいで藤谷的には思いついたと言って、ちょっともう一回やったって言って、次ちゃんと歌った時に2行歌うみたいな。ちょっとなんかこれを聞いた瞬間いいねって素直に言える感じになるといいんだろうな。まあでも母のメロディーだっていうことでみんな歌詞を書いてくれてるんですよね。これは、宿題っていうかお題としては。そうですね、お題として。確かにそのテーマ的に愛なんて曖昧ではテーマ的には合ってる気がしてきたね。リハーサルの日、楽曲の長さと演技のタイミングを考えながらシーンの構成を作り上げていく。全体に長くないですか？そういうと多分長く取ってジャンプしてつなげていくっていうのがこれだからそのドラマ的にその茜のドラムからこうみんなで入るじゃないですか。例えばそこからこう尺をつまんでサビまで行くのって音楽がぶつ切りになるんですか。だから本当はこう全部一気にいったわけですよ。まあ本当はね。それでいうとちょっとそのイントロから A メロまでのそこの間が死んでるよね。芝居をつけたりして間を埋めたりするんだったらこの尺でもいけるのかもしれないけど、今やっぱないんだよね。その芝居が始まるまでの間が、歌詞がそこをポンって出たらむしろそこで止まってそこで芝居なの。いいね。そしたらじゃあ今の歌入れてるとかあるじゃないですか、ならなってその2行を歌ったら切りますか？で、多分ね、歌い出しももっと早くていい。今何回目でやってるって？4回です。3回目でいい。3回目じゃあ3回目にそれ3回目で歌い始めて、3回目のそのサビの
そのループしてる最後で終わり。終わりと。撮影当日、藤谷に振られた茜の空回り感を演出する。あ、ちょっと待って。今水野さんが喜ぶ武さんとお話しじゃなくて書いてる。嬉しいとかじゃなくてあ、そうですね。坂本は置いてあって。いいじゃん。いいじゃん。困らせてるやん。いい気分。おもろくなっちゃレッツラゴー。1回目の編集を終えてのフィードバック。いきなり髪がオレンジになっている茜、新しいマネージャーの源氏、新要素が詰め込まれたシーンでの編集の見やすさを追求する。多分このシーン、まあ、甲斐がいなくなり新しい源氏が来たってことと、振られた茜がより一層その振られたことなんて関係ない、私はもう音楽にこうなるんだっていう意味合いのシーンになる。なんかつまり茜目線というか、なんかね、山陽が何千見やすかったのかって、茜目線で一貫してたんです。なんか5番のこのシーンとか、そのさ、なんとなく源氏が来て高岡となんかやり取りした高岡がいて、でなんか突然私もっと練習してくれますみたいな、何目線か定まってないなと。もう茜目線に統一した。振られた茜は、私はドラムやってきます、もっと練習します、なんならもっと気合入ってますっていう意味合いのシーンです。東野の家で藤谷と東野の関係が明かされるシーン。脚本打ち合わせでは2人の距離感と茜との絡みを考える。東野のところって今その東野と藤谷の確執みたいなのをどのぐらい強く描くかっていうところで、お母さんとしてはああいう背景をどれだけ今後描いていくかっていうところもあるんですけど、なんかやっぱ回想で東野と藤谷の子供シーンはやりたいですけどね。やりたいですね。藤谷の弟だって引っ張ります？すぐ言う？なんかパクリ問題が出てくるじゃないですか。はいはいはい。でそれで藤谷と東野のシーンがあって、はい、そこで種明かしみたいなこともあるっちゃあると思うんですよ。東野のとこに行く理由みたいなものがちゃんと欲しい。嫉妬する藤谷も描けるじゃないですか。はいはい。だからやっぱ行った方がドラマは面白くなると思うんですけど、茜を嫌いにならずに行かせたいっていうことですね。東野が茜にちょっかい出す方がなんかいろいろいい気がします。やっぱ東野はやっぱり藤谷を取られたみたいで嫌なんですよ。だから茜にちょっかい出すんですよ。でライブでやっぱ茜が思いのほか良かったんですよ、東野目線。グイグイ来た方がいいんじゃないですか、やっぱり。それに対して茜は断るスタンスなんですよ、絶対。断るスタンスなんだけど、何かしら断れない感じでついていくっていう風にしたいな。セリフの順序や言い回しを細かくチェックしながら打ち合わせを行う。東野がまだ9歳の時ここに手挟んでさで十分にはなるんでしょ。
なるじゃないですか。いいから早く弾けよみたいなのを、そのこっちに移植っていうのがあるのかな。例えばなんだここに置いてあったんだこれ。東野がまだ九州のうちここに手挟んでさ、何知らなかったのこいつ俺の兄貴。ああ、違うっていうのと、ちょっとここにあることでなんか説明っぽくもなってしまうなと思ってたね、お兄ちゃん。一回それ見てみていいですか。確か原作だとちょっとごねるじゃないですか、弾いてっていうのに対して。みたいな。でも僕下手くそだよみたいな。その感じがちょっとあってもいいような気がする。今ちょっとあまりにもすんなり引き出しすぎてる感じがするんだよな。じゃあ1回だけ弾くけど、多分本当に一生で1回しか弾かないけど、今何しますか？いいんじゃない。その意味合いとしては、東野の前で東野との母ちゃんの曲をもう一緒に1回行ったよっていう。撮影当日、東野が茜に楽曲の演奏を強要するシーン。セリフとキャラクターの設定を照らし合わせ違和感をなくす。弾けよ。何でもいいから。今多分ドラムやってもそんな曲なんか分かるよ。そのピアノ弾けって言われて、ピアノに対して言ってるとさ、なんなの？携帯とかで音源なのかな。そしたらアリス川がなんかめんどくさいこと言い出したみたいな。生で聴かせろなのか。ドラム以外のものを弾けるっていう。でも問題設定がある。だから最低限はできるとしたら話し合いは。じゃあピアノ想定でやった方がいい。そう、まあ今夜は確かに音源でもいいんですけど、どっちでもいい。じゃあアリス川が弾いてもらうっていうのはどうですかっていう雰囲気にすればいいってこと。一人が弾いたらズンブランコの音にはならないですっていう。例えばあの曲はバンドじゃなきゃダメですとかだけでもいいのかもしれない。その説明だけで音源聞かしたくないような思いますよ。ちょうどいいよ、ほら弾けよ。お前が作った曲、今このピアノで。ここに置いてあったんだ。東野が9歳。これで指がそうです。この曲のキーぐらい歌いやすい。いや、次はしないけど、注文域だから。どっち使って俺は苦手なの。あー、あり得る。だけど、歌いやすい。いや、むずい。間違い探しとかも間違いは高いですね。あれっちのが最高キー高い。地声だし、あれは高い。キーボードがさ、いろいろちょっと覚えたのセッティングされてるキーボード。移動しながら練習。アルファードの後ろのところを席潰して、キーボード、ちっちゃいキーボード。めっちゃいい、それ。通します？しないの？できそうなの。原料だからです。自分で作れる。めちゃくちゃ
話はごめんなさいけど、サビに入る前からだけ一回これでもう一回やってみて、そこだけ。それいつだってこのBPM254 聞いたこと254で16分だからそれでもドラムが足りない。いや、ドラムそうだね。で逆にそこだけピアノがリズムっぽくなってるとやばい。いや、ドラム叩けるのマジですごいと思う。偉いよ。プロフィールに書いた方がいいよ。ドラムってジャズセッションって書いて1回目の編集を終えてのフィードバック。編集のメリハリを作るためアイデアを出していく。トヨとアカネがトヨのとこ着きます。トヨさん盗んだんですか。トヨが殺すぞって言うんだけど、それ別のテイクではもしかしたらもっといいのがあるかもしれない。ピアノ引き出すまでの間をもうちょっとちゃんと作って、これからすごいことが起こる感じの間をスルーッと始まっちゃってるから、そこはメリハリとしてあった方がまだちゃんと。東野の家からの帰り道、踏切のシーン、藤谷と茜の距離感を考えながらリハーサルを重ねていく。細かいことやけど、芝居的にはああなるんだろうけど、茜は意外と近づかないんで、人間になるから走ってきた方がドラマティックになる気がするのと、藤谷がこの手をもちろんつね合わせてるのは、もちろんその恋愛としてつなぎ直してないじゃん。だから俺は成立するかなと思ったんだよね。その普通のラブストーリーであると同時に、やっぱバンドものというなんか変な関係、恋愛なんだけどそうじゃないみたいな、でそうじゃないところで手をつなぎ直してるから、まあ小説だと兄弟のように歩いてるみたいなんだけど、そこが面白みなのかなと思ってね。シンプルが一番や。やるな、やるやつや。俺には分かる。俺には分かる。やるやつ。うまいな。私、先生のことが好き。あ、ごめんなさい。見てないです。じゃあ、俺の場合こっち。俺の場合そっちの方が早い。ああ、見えました。見えました。打ちづらい。ああ、打ちづらい。サービスしておくにした。
それそれ。それそれ。こっちから。これに当たったらいいですか。白だけ入っちゃダメなんです。知ってます？白だけ入れないようにした方がいいです。次のシャボン玉が終わったら俺結構一段落なんで。皆様のおかげでいいものが取れてます。本当にありがとうございます。